コーランって何が書いてあるの？イスラムの女性は何のためにあんな服を着ている？その国の人はどんな生活をしている？断食の期間に行ったら驚きの光景が。この際イスラム教のこと池上解説で丸分かりしよう。さあ、じゃあイスラム教とはそもそもどんな宗教なのかということですが、預言者ムハンマド、神様の言葉を聞いたというムハンマドが神様の教えを人々に伝えていった。これがイスラム教。ムハンマドは実在の人だったんです。はい、そうですね。西暦610年頃、ムハンマドが神様の言葉を聞いたところからイスラム教は始まります。ムハンマドってイエス・キリストみたいな人？そうではないんです。イエスというのはキリスト教においては神様の子、神様のような存在になるのに対して、ムハンマドはあくまで人間なんです。神様ではない。だからイスラム教ではムハンマドを拝んではいけないんです。神じゃない。ただし神様から選ばれた人間だということで人々は尊敬してるんですね。尊敬はしてるけどムハンマドの像を作ったりそれに拝んだりすることはしないと。ムハンマドが聞いた神の言葉をまとめたのが聖典コーラン。先月のバングラデシュのテロでコーランの一節を言わせるということがありましたが、コーランとはどんなものなのか。これコーラン、クルアーンというのが正確な呼び方になるんですけど、声に出して読むべきものという意味なんですね。簡単に手に入ることはできるんですか？これはイスラム世界に行けばいくらでも売ってますし、もちろん日本でも手に入ることも。それはいわゆる日本語訳にしたやつもあるんですか？日本語訳もあります。ただし神様は人間たちにアラビア語で伝えているので、本来コーランはアラビア語で読まないと読んだということにならないんですね。アラビア語は右から左に読むので右開き。内容は有名なのがこんなこと。お酒を飲んではいけないなんてのが、あるいは豚肉を食べるなって書いてありますね。だから日本に来て知らずにうっかり食べてしまって、こんなに美味しいものがあるのかって驚いたって人はいますけどね。サンコンさんがそうですよね。とんかつ食べてこんなうまいもんあるのかって言って、だからお母さんお父さんには内緒に食べて言うていいですね。そうなんだ。これ内緒ね、内緒ね。両親によくしなさい。人を理由なく殺してはいけない。神の示した正しい道に従えなど、イスラム教徒が守るべき道徳、倫理から生活に至る全てのことが書かれている。だからコーランに従って国のルールや人々の暮らしがあるという国も、いわばコーランが国を作っているとも言えるのです。例えば今の読んでイスラム教の教えがすごい自分に合ってるってなったら、手続きとかってあるんですか？イスラム教徒2人を証人に立てて、アラーの他に神はなし、ムハンマドは神の人なりとそこで唱えれば、イスラム教徒になれます。イスラム教徒になるのは大変簡単です。じゃあイスラム教をやめるっていうのは、できます。それは死をもって償うということです。あれ？死をもって償う。やめることはもう悪いことだから、償わなきゃいけないっていう。そうですね。死をもって償うということで、この国がとしてイスラム教の国というのがありますね。そこではイスラム教をやめるということは死刑になります。このように厳しい部分もあるイスラム教。その他にも5つの義務。イスラム教徒は日々の生活で5つの義務がきっちり決められていて、この世に神様アラーの他に神はいないよと自分の信仰を告白することや、1日5回の神様へのお祈り、一生に一度はイスラム教の聖地メッカに行こうなどがあります。さらに
こんなことを義務付けられていて、それから寄捨、これが要するに寄付ですよね。富めるものは貧しい者に分け与えなさいよということです。イスラム教徒が寄付しやすいようにこんなものも。寄付をするための箱というのがあちこちにあります。例えば、交差点にあったりするわけですね。ここに箱があるからってそこに入れたりするわけ。それから、年に1ヶ月間断食、ラマダンと言いますね。この1ヶ月間は日の出から日の入りまで、一切食べたり飲んだりしてはいけないと。さあ、断食中に太ってしまう人が結構いるんですが、どうしてでしょうか。太ってしまう。はい。その日の入りから日の出から日の入りまでが食べてはいけないということで、日が出ていないうちにすごい暴飲暴食してしまう。その通りです。はい。日の出の前にたくさん食べる。そして日が沈むまでずっと我慢をし、日が沈んだらさあ食べられるぞっつってみんなでたくさん食べるんですね。そこで暴飲暴食する人がいてですね、イスラム世界での1ヶ月間の食料消費量というのは他の月に比べて増えるんですね。そうなんだ。はい。日が沈めばいくらでも食べられる。ではなんで断食するのか。いわゆる体を清めるとかそういう意味があるんですかね。いや、他に意味がある。はい。コーランに書いてあること。その通りです。いや、コーランに書いてあるからなんです。それだけの理由がないんですね。書いてるからっていうのは。1ヶ月間ラマダン月には1ヶ月間断食しなさいと書いてあるからするんですよ。宗教っていうのはそういうもんですよね。でも昔のね、なんか考えって伝わってることってなんか理由があって、だから後からの解釈で言えば、豊かな人も貧しくて何も食べられない人も一緒になって、その時は、で言ってみれば食べられない人の気持ちをこう理解する必要があるんじゃないかという。それ破ったら怒られる。コーランの中にね、どうしても我慢ができなくて食べてしまったら、先ほど寄捨、つまり貧しい人に寄付をするってでしょ、あれをすればいいですよって書いてあるんです。それ書いてあったらちょっとこう心弱かったらちょっとこんならお金払えばっていう気持ちになりそうな。これ断食だけじゃなくてこの全てを、全てのイスラム教徒は守ってるんですか。人によります。それこそみんながみんなやってるわけではないということですね。現代風にアレンジしたり勝手に解釈したりする人たちも中にはいるということですね。多くのイスラム教徒は信仰心が深く宗教の教えを守っているけど、中には自分なりにアレンジしたり心の中だけでという方も。そしてイスラム教を理解する上で知っておくべきことが、真っ昼間の街中、宗教国家ならではの光景が。本当に時間通りだ。突然謎の声が街中に大音量で響き渡る。さて、アブダビの近代的な街に何か流れてきましたね。これアザーンと言いまして、イスラム教のお祈りの時間だよということを知らせる言葉なんですね。お祈りの時間だよ、さあ皆さんモスクに来てお祈りしましょうという意味になるわけですね。何と言ってるかというと、アラーの他に神はなしと言っているんです。サウジアラビアの国旗にその意味が書いてありますし、よくニュースで自称イスラム国の黒い旗にもなんかアラビア語が書いてありますね。あれもこれが書いてあるんです。1日5回のこのアザーン。イスラム世界では当たり前の光景なので誰も驚かない。ちなみにお祈りの時刻は日によってバラバラ。日の出の時刻によって変動するのでお知らせがあるのです。ではイスラムのお祈りというのは実際にどんなことをしているんでしょうか。モスクの中に入ってみましょう。イスラム教徒が最も大事にしているお祈りとは？
信者の人たちが前にずらっとこう立ちましたね。このお祈りを、みんなを指導するイマームという人が今現れました。これから一斉に集団礼拝が始まります。イスラム教徒の義務、礼拝。まっすぐ並びましょう。列をまっすぐに揃えることは礼拝の完遂につながります。一人で礼拝する時もひれ伏した時に額がつく場所に視線を定めましょう。あなた方と私たちの罪が許されますように。今アッラーアクバルって言ってますね。神は偉大なりって言ってます。手をこうやってますよね。これスンニ派のお祈りのやり方です。シーア派はこうやります。スンニ派とシーア派でお祈りの仕方が少しずつ違うんですね。ここは皆さんスンニ派のモスクですから、みんなこうやって手をしてますね。お祈りの言葉は神を褒めたたえる言葉やコーランの一節など、日本のようにご先祖様のことを考えたりお願い事を神様にするということはしません。1日5回のお祈りは、特にイスラム教徒にとっての義務になるわけですけど、その5回それぞれ家でやっても路上でやっても構わないわけですね。で非常に経験な人はモスクにやってくるわけです。でも強制されるわけではありません。自主的に集まってきてるんですね。どの方向に向かってお祈りしてるかというと、この先に青くくぼんだ場所があるんですが、それがミフラーブと言いましてメッカの方角を指し示しています。そのメッカの方角に向かってお祈りをするんですよね。でもそこには神様を表すようなものはありません。その訳は、イスラム教では偶像崇拝を禁じてますから、この仏像のようなもの、あるいは、マリア像、キリスト像のようなものは一切ないんですね。あくまで非常にシンプルにメッカの方角、こちらですよ、こっちに向かってお祈りをしなさいというのがあるだけなんです。サウジアラビアにあるイスラム教のちなみにカーバとはアラビア語で立方体。このようにきれいな黒い布に覆われていますが、偶像崇拝禁止なので中は空っぽなんだとか。全世界17億人ものイスラム教徒はこのメッカにあるカーバ聖殿に向かって毎日5回お祈りを捧げるのです。あそこにデジタル表示がありますね。最初4時8分というのは今日朝の最初のお祈りの時間ですね。次の5時31分というのは日の出を表します。ですから日の出の前に最初のお祈りをするわけです。お祈りは男性ばかり。女性の姿が見えないのはこんな理由。このモスクの中に女性がお祈りする場所が別にあるんです。女性が近くにいると男性は心が惑わって神様のことに専念できない。女性もこのイマームのお祈りの言葉を聞きながらあちらでお祈りしてるはずです。女性は美しく、お祈り中は男性が惑わされるとして神様に集中できるよう部屋を分けたりするのです。続いて断食。実際に断食の月はこんなことになっていた。イスラムの断食、こんなことになっていた。今は昼過ぎなんですが、アブダビのレストランどこもかしこもお休みなんですね。と言いますのも今実はラマダン
イスラム教徒にとって1ヶ月間断食をしなければいけない時期なんですね。今がちょうどその時期なんです。食べるだけではなく水を飲むことも許されません。敬虔なイスラム教徒の中には自分の椿を飲み込むことも避けている人もいるくらいなんです。実際に断食している人はどう思ってる？アブダビの一般家庭を訪ねた。アラブの一般家庭といっても日本からするとやっぱりお金持ちな気がしますが、アブダビ市民のほとんどの家がこんな感じなんだとか。本題の前にこんな質問。これだけの立派な大きい家を維持するには相当お金がかかるでしょう。この家は国が支えてくれているんです。あ、国が支えるってのに国が家をプレゼントしてくれます。あ、そうだ。さすがお金持ちの国だね。恐るべきオイルマネー。一軒家丸ごとプレゼント。ほとんどの国民に国の潤沢な支援があるんだとか。今は夕方で断食の真っ最中。辛くないのか聞いてみると。全然大丈夫です。苦しいと感じないわ。ラマダンの断食中にお祈りをすることでより心が落ち着いてとてもいいですよ。このお子さんたちはまだラマダンはしてないんですか？もちろん断食しません。でも7歳くらいから少しずつ朝から昼まで断食するとか体を慣れさせます。10歳、11歳くらいから大人と同じ断食を始めます。断食する理由はコーランに書いてあるからだけど、こんな解釈をしているようで。良い行いをすると神様は必ず見ていてくれますが、ラマダン時は神様が2倍3倍も見てくれます。だから断食するのです。1年断食しても大丈夫よ。インタビュー途中で。今皆さん水飲んでますね。要するにもう日没になった今日最初の水ですか？そうです。まず水を飲んでお祈りをします。断食すると水一杯のありがたみがわかるわ。断食明けは盛大で。こんなにすごい。ラマダン中、日没になると食事ができるわけですよね。断食明けということですが、最初に食べるのをイフタールと言うんですね。すごい量。すごい量だね。食べ過ぎ。あんな国で。はい。もうとても食べきれない。はい。本当にアラブのおもてなしですね。次々に出てきます。イスラム教徒はコーランに書かれている旅人には与えてあげなさいという一節を大切にしていて、日本でいうおもてなしの精神が根付いていると言われます。断食明けの食事。街では独特の風景が。アブダビの街にこんな白いテントが張られましたね。断食明けの食事を今から皆さんに提供するんです。皆さんその断食明けの食事を楽しみにここに集まってるんですね。断食終わりに皆でテントに集まって食事する風習があり、見知らぬ人同士でも断食明けをお祝いするのです。ただし日没までのルールはちゃんと守るようで。これ皆さんお腹空かせてですね、今の日没の合図があるのを待ってるんですね。待ってる。うわー、きつい。もう時間になったらすぐ食べられるようにオレンジを剥き始め。早い。服まではいいんだ。ちょっとフライングがね。水も開けて準備してますね。そして。
ドーンの号砲が鳴りましたね。はい、ラマダン明けですね。まずは水飲むんですね。いきなり食事をしないで水を飲んで、さあするとここでもイスラムのおもてなしが。我々までいただいちゃいましたよ。やっぱりこの施しの精神ですね。イスラム教徒でなくても一緒に断食明けをお祝いしましょうと食事を配ってくれました。断食明けの食事も女性は別のようですが、イスラム世界の女性は差別されている？実は女性は大切にしようと考えられているって知っていました？